皆さんこんにちは、レイです。今月実は引っ越しをすることになったので、今回は僕が住んでいるルームツアーをしていきたいと思います。まずはじめ全体像からなんですけれども、実はここシェアハウスで水回りは共用の物件になっています。なのでキッチンやお風呂はこの部屋にないんですけれども、大きなマンション全体を住人みんなでシェアしていて、インテリアがおしゃれな学生寮みたいなものをイメージするといいかもしれません。実は映画館があったりとか、コワーキングがあったりとか、はたまたヨガスタジオがあったりとか、かなり個性的な物件になっています。部屋の大きさは約8畳で、水回りがない分少し広めかなと思います。床には楽天で買ったクッションシートを敷いていて、これはね、本当に簡単におしゃれになったのでおすすめかなと思います。今回紹介する商品はすべて概要欄にリンクを貼っておきますので、よければチェックしてみてください。ベッドはどこにあるのと思われたかもしれないので、一つ目はこちらの紹介からしたいと思います。これは半分自作のソファーベッドなんですけれども、寝る時間になったらフレームを引き出して、布団を敷けば一人用のベッドになります。で、もし誰かが泊まりに来た時ですね、もう少し引き出すことでダブルベッドにすることもできます。既製品ではなかなかいいものに出会うことができなかったので、IKEA のこのフィーレスダルを使って自作をすることにしました。最終的にはこの IKEA のフィーレスダルとベースとなるマットレスは緑のものなんですけれども、この背もたれ部分のマットレスだけ楽天のオーダーメイドで高さが合うように作っています。次にローテーブルは楽天で買った昇降式のものを使っています。普段はここでご飯を食べたりとか、ソファーに座ってみたりとか、たまにここで作業をしたりとか、集中力が切れた時にしています。このローテーブルは簡単に動かすことができるので、横にずらしてね、ここでストレッチをよくしたりしています。ベッドに近いということで、寝る時に便利なアイテムを置いてるんですけれども、特にこの無印良品のフレグランスのおやすみブレンドを使って気分を上げたりとか、このおしゃれなライトのソネングラスですね。これは買ってよかったものランキングで、紹介したんですけれども、夜にこのライトを照らすととても気分が落ち着くのでおすすめです。中にはメルカリで買ったドライフラワーを入れてみています。この部屋には水道がないので、引っ越してきて最初に欲しいなと思ったのはこのウォーターサーバーでした。このウォーターサーバーの名前はフレシャスのスラットカフェというものなんですけれども、なんとね、熱湯だったり冷水だけじゃなくてコーヒーを飲むことができるんですよね。なのでコーヒーはよく部屋で作業をするときに飲んでいます。フレシャスのウォーターサーバーは契約をして借りることもできるんですけれども、僕はこのサーバーを5万円くらいで確か買い切ったので、契約などはしてはいません。Amazon でね、都度水を購入して飲んでいます。玄関周りはこんな感じになっています。といってもね、ここはシェアハウスなので、室内のね、廊下が続いているわけなんですけれども、ドアには外に出るときに便利なものがたくさんマグネットでくっついているんですけれども、こちらのね、洗面用具を持って、これをね、外して外のお風呂までね、移動するわけですね。シャンプーはイソップのものと言いたいところだったんですけれども、中身はね、もうすでに別物になっております。ドアにはね、自分が常に意識したいことを貼るようにしているんですけれども、特にこの右上にあるタイマーが特徴的でですね、これはキングジムのリミッツというタイマーです。これは締め切りまでの日付だったりとか時間をカウントダウンして教えてくれるというガジェットなんですけれども、僕はもう引っ越しが近いので、あと何日かっていうのをこのタイマーで、常に見るようにしています。あとは玄関を仕切るためにドローアラインを2本使っているのと、この間の網目調のパネルはラスティというものを買って DIY して固定しています。ここはお気に入りのバックパックをかける場所になっていますね。部屋で印象的なのはこの大きな棚だと思うんですけれども、これは以前住んでいた家からそのまま持ってきた僕が DIY をして作った棚ですね。一人暮らしを始めるときに、壁一面の棚にめちゃめちゃ憧れを持っていた時期があって、自分がね作ったこともあって、この棚はとても愛着が湧いているものです。上には自分が好きなもの、例えばアニメだったりとかゲームだったりとか、このカメラの趣味だったりとか、そういったものを置くことにしていて、どれもね愛着が湧くような、見ていてテンションが上がるようなものになっています。
フレグランスは大台のリードディフューザーと無印良品のフレグランスオイル、これはウッドですね、を使っています。初めは大台だけだったんですけれども、少し香りが弱くなってきたっていうところもあって、無印良品のものを買い足しました。どちらもウッド系の香りなんですけれども、部屋がね、結構森のような感じになって気分が上がるのでおすすめです。テレビは40インチのものを棚に固定していて、揺れても落ちないようになっています。僕は普段テレビを見ないので、このテレビには Chromecast がつながっていて、YouTube だったりとか Netflix をよく見ています。ちなみに裏には Philips の照明が仕込んであって、声でね、光らすことができます。照明の話が出たので、ここからはスマートホームの話になるんですけれども、ここはね、かなり自信があります。カーテンは朝になると自動で開いたりとか、照明やエアコン、テレビなんかはすべて声でつけることができます。玄関はセサミのオートロック式でスマホで開けることができますし、もうここまで来ると自己満足でしかないんですけれども、外にはインターホンがついていて、誰かが来たことを Google が教えてくれるようになっています。フロントドアにどなたかいらっしゃいました。部屋の照明はいくつかパターンを作っていて、これはかなり映画を見るときだったりとか、夜の雰囲気に、合うような照明のパターンですね。奥にあるのはヤマゼンのトローリーハンガーラックです。僕はここに季節物の服を置くことにしているんですけれども、服は大したこだわりはあまりないんですけれども、ムジラボの服を買うことが多いです。2つ棚受けがついているので、収納としてとても便利に使っています。下にはガジェット類が並んでいたりとか、よく使うバッグが置いてあったりとか、ここにリングフィットが置いてあったりします。デスクは昇降式のフレキシスポットというものを使っています。窓を背負うことで集中力が上がるという本を読んだことがあって、僕も実際にそう思ったので、こんな配置にしています。アイランド型というんでしょうか。立って仕事をするときがどういうときかというと、僕自身はかなり眠気がたまにね、仕事をしているときに襲ってくることがあるので、そういったときにこの立って仕事をするモードに切り替えるようにしているのと、朝自分の部屋で仕事ができるときは基本的には立って仕事をして疲れたら座るという風なルーティンにしています。デスク周りでお気に入りなのは何といってもこのセールチェアですね。オフィスバスターズというところで中古で買って確か5万円ぐらいで買ったかなと思います。あとお気に入りはですね、最近送ってもらったこの Amazon Echo Show 15ですね。作業してるときに予定を確認したりとか、Netflix を横で見たりとか、音楽を聴くときに使っています。見ての通りね、僕のデスクの上にはかなりお気に入りのものが、マニアックなものがね、たくさん置かれていると思うんですけれども、この詳しいデスクツアーはこの後投稿予定なので、よかったらチャンネル登録をして次の動画を待ってもらえると嬉しいです。僕の部屋はもちろんこの部屋しかないので、ここで YouTube の撮影もしているわけなんですけれども、撮影をするときは、このフレキシスポットのボタンを押して、まずデスクをね、上に上げます。で、この下に空いたスペースを使って、このセールチェアをね、下に通してですね、普段使っているマイクと、このモニターですね、を、くるっと1回転させて、こんな感じで撮影をスタートするという流れになっています。これはなかなか自信作というか、かなり早いセットアップになっているんじゃないかなと思っています。撮影をするときはこの奥にカメラが一つメインのカメラが置いてあるのと、こんな形で俯瞰用の撮影の機材をスリックのスライディングアームというものにくくりつけて俯瞰撮影を行っています。初めから映っていたので気になる方も多かったのかなと思うんですけれども、この照明の名前はゴドックスの LA150BI というものを使っています。YouTube の撮影用に使わせていただいているものなんですけれども、これがあるとですね、意外にも雨の日だったりとか曇りの日に部屋の全体がね、それでも明るくなって、僕自身はインテリアとしても一周回ってかっこいいのではないかなと思っています。このスマホのアプリがとにかく便利なんですよね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今後はですね、これからまた引っ越しをするので、別の部屋の様子だったりとか、あと
動画内で紹介したね、デスクの詳細のデスクツアーですね、をやりたいと思っていますので、もしこの動画でね、何か一つでも参考になるものがあれば、高評価とチャンネル登録をして待っていただけると嬉しいです。Twitter だったり Instagram もやってますので、よかったらフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。